こんにちは。今回はあったかいベストを裾にスリットを入れてゆったりサイズで編んでみました。今回使用した糸はこちらのダイソーさんのソフトミックス 40g 玉巻きの 72m、 アクリル 80%、 ウール 20% ですね。かぎ針は15となっておすすめはですね15となっております。そして15で編んでいきました。72m も入っててね、それが去年これ買ったものだったんですけど、今年はですねこれが変わってました。これにグラム数がその他の表示は一緒なんですけど、グラム数が 35g の 63m になっていましたので、こちら去年すごいお得だったんですね。で、私はこの糸を、なんとか揃えられたので全部で、7個使って余りました。半分ぐらいは余りました。2、4、6、7個ですね。7個使って半分ぐらいは余りましたので、まあでもこちらですると 5g 違うから5×7=35、1個分ですね。だからこちらですると8個必要になるかもわからないです。私と同じサイズで作ればですね。まあでもこちらの糸めっちゃあったかいです。もう編んでる時も暑いぐらいでした。で、厚みがあって光沢もあってめっちゃいい糸ですね。本当にいい糸だと思った。これだけの分量があったら本当に良かったんですけど、今年はもうちょっとこんなにちょっとねすっきりしましたね。今回は6mmですねで編んでいきます。こう持ってですねくるっと回して糸を引っ掛けて引き抜きます。でここからですね1、2、3、4、5、6、7、8という感じで88目編んでいきます。88目編んできたので鎖3つで立ち上がりで、鎖2目、1段目の鎖2目を大丈夫ですけどね、1、2、3って数えればいいんですけど、ちょっと入れときますかね。そしてこのサイズ、ここは土台の段になるのでですね。で、その土台の段、そして2つ開けて次です。ここに長編みです。なので7、8、9目、一番最初からしたら9個目ですね。9個目の裏山に針を入れて、この裏山ですね、ポコポコポコと出ている、この裏山に針を入れて長編みですね。そして鎖編みを2つして裏山2つ飛ばして3つ目の裏山に長編みですね。そして次の裏山の目に針を入れて長編みです。
はい、そして鎖編みを2つして2つ休んで2つ飛ばして次の長編みの裏山ですね、そこにまた2つ、はい、なので鎖2つ長編み2つというのを編んでいきます。はい、また次に長編みですね。はい、こんな感じでですね。一番最後ですね。12でここ、はい、長編みをして終わりです。2段目です。鎖3つで立ち上げて、でまたあと2つ鎖をして、最初ですね、最初は、裏からいきます。裏からですね、裏引き上げ編みを編みます。糸をかけてこの前段の長編みの脇から針を入れて引き抜きます。そして2本引き抜いて2本引き抜きます。そしてまた糸をかけて脇から入れて引き抜いて2本引き抜いて2本引き抜きます。そして鎖編みをします。2つですね。はい、そして次の前段のこの長編みのところは今度は表引き上げ編みで前からですね、前から横脇から表引き上げ編みということで、こちらは裏引き上げ編みで後ろなんですよ。後ろからして今度は前の引き上げ編み、表の引き上げ編みということで、こっちから前からですね、脇から入れて長編みですね。次もですね、表引き上げ編みなので脇から入れて糸引き抜いて、はいですね。そして鎖編みを2つして、そして次は裏引き上げ編みなので後ろから入れて、はい、こうですね。次もですね、はい、こんな感じで裏引き上げ編みを2つ、鎖を2つ、次は表引き上げ編みを2つ、次は裏引き上げ鎖を2つして裏引き上げ編み、はい、なので鎖をずっと2つ間に入れていきますが、裏表と交互に2目ずつ引き上げ編みを編んでいきます。こうやってですね編んできましたね。表裏ですね。裏から始まって、はい、そしてまた裏で終わっています。そして鎖を2つして、そうですね、かけて長編みを編みます。ここに3段目ですね。123立ち上がってまた2つ鎖をして、そして一応この123つ目ここに裏山のとこに入れておきましょうかね。はい、そして2段目は前段と同じ表なら表、裏なら裏に編みます。なので表なので前段がなのでここも表です。2段ずつ同じ編み方で3段目はまた逆にします。外れちゃった。はい、
で鎖編みを2つして、そして今度は裏なので裏ですね。前段と同じように3段目は編みます。2段ずつ同じ編み方をします。はい、なのでこんな感じで編んでいきます。次は表ですね。前段が表なので表裏表裏、前段と同じ編み方を編みます。最後まで編んできました。3段目ですね。はい、3段目ですね。1段目は長編みになるのでですね。はい、で3段目最後まで編んできました。鎖を2つして3つのところに入れますね。裏山のところに入れましょうね。はい、今前と同じ編み方で編んできて2段ですね。次は123 4段目になります。123鎖3つ立ち上げて鎖編み2つして、そして次はですね、今度逆に編むんですよ。前段が裏引き上げ編みなので、今度は表です。前からこの後ろに入ってる方に前からですね。はい、長編みです。この裏引き上げ編みを前から入れて表にします。はい、で鎖を2つして、次はこっちが前段が表になってるから、今度は裏ですね。はい、今度も裏ですね。それを2目ずつってことですね。はい、はい、鎖編みを2つして、次は今度は裏編みなので、今度は表編みですね。表から、はい、表、そして表です。前段が裏裏なので表表、鎖を2つして、前段が表なので裏裏です。裏引き上げ編み、裏引き上げ編みです。はい、もうずっとねこの編み方なんですよね。2段ずつですね。2段ずつ前段と同じ編み方をするので、今この変わる時に私は、マーカーを入れて、どこでもいいんですけど、ここ今1段目ってなんかずっと編んでるとね、時々わからなくなるので、偶数段の時に、前段と違う模様編みをするので、その時にマーカーをその段のところにマーカーをしておきます。はい、こんな風にですね、次の2段目3段目は同じ編み方を編んで、4段目は、裏だったら表編み、表だから裏編み、前段がですね、前段が裏編みだから表編み、前段が表編みだから裏編み、前段が裏編みだから表編みという風に、前段と逆の編み方で4段目は編んでいって、そして5段目はまたその前段と同じ編み方です。2段ずつ同じ編み方をします。はい、最後のところまで来ました。前段が、裏だったので表を2つ編んで、鎖編みを2つして、ここに立ち上がりの3目のところですね、ここに針を入れて長編みです。はい、別にこのマーカーはも
分かる方ね、鎖編み3つのところなので分かる方は入れなくても大丈夫です。はい、これで今1段目が全部長編みで、裏から始まり2段目3段目で4段目が、その反対を編みましたね。で次が12345段目ですね。5段目鎖3つで立ち上がって、あと2つ鎖をして、そして次はまた前段と同じ編み方です。なので裏なので裏です。裏引き上げ編みです。糸をかけて裏から針を入れて、はい、でまた糸をかけて裏ですね。はい、また鎖を2つして、今度は前段と同じ編み方なので表ですね。はい、2段ずつ同じ編み方を編みます。3段目はその逆の編み方を編み出してまた2段編みます。これは今同じ編み方なのでですね。はい、で、はい、こんな感じですね。はい、前段と同じ編み方を2段します。でこれ端まで行くとですね、ここにピンクのマーカーがついていて、ここは最初、でこれを外す時には次編む時はこの反対の編み方を編めばいいという、印というか目印ですね。はい、になるかなと思っています。なので偶数の段にはこのピンクのマーカーがついているという感じで、偶数の段のところは前段と違う編み方をするっていうことになります。はい、これ22段編んできました。ここから20、21、22段編んできました。で今これ1段模様編みで言ったら1段目なので、次は前段と同じ編み方をすればいいということになります。ここで糸を切ろうと思うんですけど、一応脇を閉じる時に使えるかなと思うので、ちょっと長めにその長さの5倍ぐらいで取ってみました。それで切っておきます。袖の下をですね少し開けるので、1、2、3、4、5、6、7、8、8目開けます。なので次はここ9目のところから輪を作って糸をつけていこうと思います。はい、輪を作って、そしてこの9目のところの編み地の目ですね、そこに針を入れて、でそこから、糸をつないでいきます。1、2、3、4、5ですね。そしてこの段はこのピンクがついているので偶数段なので、次は、同じ前段と同じ編み方をする、奇数の段になります。そしてこちら反対側もですね、123456788目で9目まで編むということでマーカーをつけておきます。はい、そして、前段と同じ編み方なので前からですね、編み地の前から表引き上げ編み、編み地の前から表引き上げ編み、そして鎖編みを2つして、次は裏引き上げ編み。はい、この同じ編み方ですね。これで23段目から、肩のところまでこれでまっすぐ編んでいきます。23段目端のところまで来ました。端のところまで来ました。23段目の、はい、でこの9つ目の9個目の目、
これが最後になるので、そこにも長編みを編んで、長編みを編んで折り返しますね。これで23段目が終わり、そして鎖編み3つで立ち上がって24段目になりますね。24段目は偶数の目 なので、ピンクの印をちょっとつけといて、そしてこの段は前段とまた逆の編み方になるので、鎖2つをして前段が裏なので表から始まりますね。編み地の前面からの横から針を入れて、もうこの編み方で23段目から今24段目ですね。これからちょっと肩のところまでまっすぐ編んでいきます。こんな感じですね。ここが袖のところ、袖下になります。後ろ身ごろは袖下のところからまっすぐですね、16段まっすぐ16段編むだけです。それを1枚ですね。そして前身ごろを今からまた編んでいきます。前身ごろですね、少し首の周りを丸くしようと思うので、袖下からここからですね、123456789101112段12段まっすぐ編んで、今13段目を編んでいるんですけど、このマーカーがちょうど真ん中のところなんですよね、身ごろの。でここから左右に、この引き上げ編みの模様が3つ目のところにマーカーをつけて、そこまでを首回りとして今から編んでいこうと思います。13段目は奇数なので前段と同じ編み方ですね。なのでここも、表編みだったら表の引き上げ編みですね。表の引き上げ編みを編んで、そしてここですね、表の引き上げ編みを未完成の表の引き上げ編みにして、最後はですね、長編みを、一緒に編みます。ここで鎖2目をしないで前段の引き上げ編みの目に長編みを編んで、未完成の長編みと一緒に、閉じるということで、ちょっとここを丸くですね、カーブを持たせるという形です。そして鎖3つで立ち上がり、14段目ですね。14段目はもうこれが引き上げ編みの、1本目になるので、次は、逆になりますね。逆の14段目なので、今度は表の引き上げ編みから始まり、裏の引き上げ編みという風になって、もうあとはまっすぐなんですよ。増減なしなので、この13段目だけですね。13段目でちょっとカーブを作るという形になります。こちら側の端は問題なく、また反対側もですね、もうこう減らしたりとかはしないので、もうここまっすぐ、14段15、16段とまっすぐ編んでいきます。15段目の最後のところは、裏の引き上げ編みが1つと、あとは普通に長編みをですね、もう一番端のところになるので、長編みをですね1目、これで袖下からの15段目は終わって16段でもう最後になるので、前段とは、違う編み方を、編んでいきますね。16段目も編み終わり、1箇所だけですね斜めになってて、その後はもう一番端は長編みになり、増減なしでまっすぐ編むということになります。反対側の方ですね、このマーカーのところから糸をつけて編んでいきます。糸で
輪を作って、はい、そしてこのマーカーのところですね、ここから編んでいきますね。糸をつけて、はい、こちら側から針を通して、で糸を通して引き抜いてちょっと絞って、でここから123ですね、立ち上がり、ここで鎖2つをしないで、次のこの引き上げ編みの目ですね、ここに、表ですね、前段と同じ、はい、編み方をして、この鎖2つ分を飛ばすことによってこう斜めにするという風な13段目になりますね。前身ごろの襟口のところになります。今反対側、ここからね、ここからこう編み13段目かな、次14段目が、もう同じ編み方なんですけど、今度は同じ段を編んでるので、反対の段をですね5目、鎖5目して、今度は表ですね、表引き上げ編みからの段ですね。14段目最後のところまで来ました。表引き上げ編みを1つ編んで、そして次は、長編みですね、普通の長編みを編んで、はい、これで14段目が終わって、次15段目ですね。もう15段目16段目というのは増減なしで模様編みを編んでいくということになります。なので、15段目なので、次は、前段と同じ編み方ですね、奇数段なので、はい、同じ編み方、次は、また違う編み方で16段目を編んだら、この前身ごろが完成ですね。はい、はい、出来上がって、ちょっと長めにですね、型を剥ぐときに使うかもわからないので、ちょっと長めに、残して糸を切っておきます。それでは身ごろが完成したので2枚重ねて、まず型を剥ぎ合わせていきます。この残しておいた糸を使ってですね、2枚中表に合わせて、外側から鎖編みと細編みで剥いでいこうと思います。一番端の型のですね、一番端の目に針を入れて、そしてこの残しておいた糸の続きからですね、そのまま続けて糸を引き抜いて、その真下の目ですね、その真下の目に細編みを一つ編んで、鎖編みを2つして、鎖編みの部分ですね、そこは鎖編みを2つして、引き上げ編みの目、頭の目ですね、そこに細編みという風な感じで閉じ合わせていきます。なので、今鎖編みを2つしたので、この引き上げ編みの頭の目ですね、そこを2枚、前身ごろと後ろ身ごろ2枚分針を入れて細編みです。そして次の引き上げ編みの目ですね、そこにも細編みを編んで、そして鎖編みの部分には鎖編みをして2つして、はい、そしてまた引き上げ編みのところには、引き上げ編みの頭の目に針を入れて細編み、そしてまた隣の目に細編み、そして鎖編みを2つして、引き上げ編みの頭の目に細編み2枚分ですね、2枚分前と後ろの身ごろ
分針を入れて、そして次隣の目も細編みですね。細編みを編んで鎖編みを2つして、引き上げ編みの頭の目に細編みを編んで、そして次隣の目も細編みを編んで2枚剥ぎ合わせてですね、そして鎖編みを2つして2枚剥ぎ合わせて、引き上げ編みの頭に細編み、はい、そして最後ですね、引き上げ編みの頭に細編み、はいはい、これで肩のですね目を合わせたので、肩はぎが、終わりました。目数でいうと21目ありました。この引き上げ編みの模様が5つですね。5つ分模様編みがありました。肩の部分ですね。同じやり方で反対側も剥ぎ合わせていってください。はい、こんな感じで肩はぎが完了しました。続いて脇とじになります。脇とじも中表に合わせて、外側から同じようなやり方で閉じ合わせていこうと思います。脇のところで留めていったこの糸を使って、そのままここをね同じように閉じていきます。残っていた糸もそれぞれの段ごとに同じように鎖編み3つと細編みで閉じていきます。それで、今ここですね。これは、一番最初ここに入れて一番端、そしてこちら側もこの一番端のここに入れましょうかね。こう裏山のところからこうですね。はい、こうやってちょっと一旦細編みをして、一番最初なのでちょっともう一つのところに2つ編んでおきます。そして鎖編みを3つですね。3つして、そしてこの次の段のとこですね、123のところに針を入れて、ここに針を入れて、はい、こうですね。でまた123として、ここにこうして、こちら側もここに入れて、はい、こうですね。してまた123ってして、123のところここに入れて、はい、こちら側もここですね、入れて閉じます。こんな感じで、裾から8段目のところまで閉じ合わせていきます。裾のところから8段分ですね、8段分のところを残して留めようと思います。
少し裾がこう開くようにしようかなと思っています。なので8段目のところに印をつけて、そこまでを今のやり方で閉じていきます。はい、マーカーのところまで来ましたので、ここまでですね。はい、ここまで脇を閉じていきます。もちろんですね、裾まで普通のベストみたいに普通に裾まで閉じ合わせた方がお好みの方はもう最後まで閉じ合わせてもらって大丈夫です。裾の編み方も問題なくできるので、お好みで、してみてください。とりあえず、ちょうどですね、残した糸がギリギリだったんですけど、はいはい、ここで終わろうと思います。最後のところは同じところに細編みを2つですねして、糸を引き抜きました。すいません、映っていなくて。はい、鎖編みを1つして糸を抜きました。はい、これで脇の閉じが終わりました。反対側も同じように、してみてください。はい、で、袖はもうね、今残している糸がないので、新たにですね、ちょうどこのどこからでもいいんですけど、この脇のところから拾っていこうかなと思います。はい、新しい糸ですね。新しい糸をクリッとかけて輪を作って、この一番下の別にどこでもいいんですよね。この辺でここ閉じてるとこだからね、この辺にしましょうかね。あんまりかぶらないようにこの辺で、そして中に通して、そして糸をですね引きます。はい、そしてキュッとします。はい、そしてこれで一応糸がつながりましたので、はい、でここからですね、鎖編みなので一つですね、で立てて、同じところに補強の意味も込めて一つ鎖編みをします。そして細編みをします。そしてもうこの袖周りですね、全部、1段細編みをして、そして引き抜き編みを2段するという編み方です。そしてこの鎖編みのとこですね、鎖編みのところは、細編みを2つして、あんまりここはちょうどこうなってるとこなのでもうここ間入れずに飛ばして、次の鎖編みのスペースですね、そこに細編みを2つですね。そしてここ2つ長編み、鎖編み3つの段、鎖編み3つで立ち上げたり、長編みの分のところに関しては鎖編みじゃなく細編みを2つずつただ入れていきます。はい、こうですね。こちら側が表側から表側を表にして編んでいきます。身ごろを編む時の一番端をですね、鎖3つのところとかをもう選ばずにですね、そこのスペースに沿で編んでいってるんですよ。はい、それでも問題ないと思いますので、はい、
こういうふうに細編みで締めていけば大丈夫だと思います。はい、そしてこの一番端で鎖3つの立ち上げのところに取る時にちょっとですねなんか取りにくくて、もう即で入れてるところがあるんですよ。ちゃんとしてるところもあるんですけど、こういう風にですね、こういうところはもうこのままでいいと思うんですよね。そんなに、はい。なのでもうただこうしてですね、これでいいかと思っています。はい、これで一周この細編みをぐるっと編んでですね、でここも2つですよね。なんか少ないけど、はい、2つですね。ちょうどここ肩のところになりますね。はい、肩のところを肩をつないでいるところですね。ここはなのでこうしてここに2つ取りましょうかね。こことここ、はい。そしてここに2つして、ここに2つですね。はい。そしてちょっとね1つずつと3つずつしてみたんですけど、1つじゃ小さいし3つじゃなんかビロンって広がりすぎたので、もう2つしかないと思って今2つの細編みを2つ中に入れるというやり方でやっています。これぐらいで多分ちょうどいいぐらいの感じになったと思います。こうしてね、ここがさっきのこの袖下のちょうどクリッとなっているところなので、こうしてここですね。なのでここはもう何もしないで次のところにそのままいきます。でここは一つ間入れます。真下にまっすぐ編んでるとこですね。はい。そしてここはこの身ごろの脇のところなので、ここはもうそんなにしなくてもね結構余裕があるので、はい。でこれで、ここからつないでるので、そっか、あれをしとけばよかった。マーカーをここにですね、この最初のところですね、マーカーをしておけばよかった。はい、ここにこうつないで、ちょっと目数を数えてみますね。はい。そしてね、今ここを数えてきたらですね、ここからですね、これをこう数えたらですね、77ありました。はい。ここがちょっと変則になりますけど、16段の場合で32の2だから64で、13分ぐらいがね、ここ、この辺で77目袖回りですね。でこれをここからですね、もうただ引き抜いていくんですけど、この今編んだ細編みですね、この袖下脇、そうこの脇からちょっとこっち行ったとこね、ここから編んでるんですけど、今ここはちょっと鎖を一つして、そしてこの次からですね、引き抜き編みだけです。こうちょっとゆっくりめにですね、引き抜き編みをぐるっとですね、先ほど拾った目のですね、細編みですね、その一目一目に引き抜き編みをゆっくりめに編んでいく、これを2周編んでいくことになります。
今一周ぐるっとねこう、はい、そして2周目ですね。ここ最後のところでここから始まってるんですよね。はい、なのでもうここに入れて、そしてもうまた同じところに結局なるんですけど、1回ね入れてる、そこにまた新たに次の周としてまたここに入れていくという感じで2周目を入れていきます。2周目ももうこの同じところに針を入れて引き抜き編みをずっとこしていきます。はい、こんな感じですね。はい、そしたら最後のところまで来ましたので、ここから始めてってでここからって感じかな。だからここに最後入れて引き抜いて、はい、ここで切ってこう閉じてですね、次のところに入れて、そしてまた戻してですね、そしてまた戻る感じで、はい、あとはもうそのまま裏面の方にですね針を通して糸始末をするということになっていきます。そして反対側の袖もですね同じように袖の周り縁編みを同じようにしてください。次は裾の縁編みになります。脇のところを閉じ合わせた糸がそのままあるので、それを使って編んでいきます。編み方は、袖の縁編みと同じ編み方になります。なのでまずは1段細編みを全部編みます。ただ広埋めの目数がちょっと変わってきます。まずこの縦の部分ですね、脇の部分ですね、そこの部分は今からですね、この、真下のところに細編みをまず一つ編んで、鎖編みの部分に細編みを一つ側でも入れて、そして次はこの段のところですね、そこにこの鎖編み3つの立ち上がりの目とかですね、はい、そこに針を入れて細編み、そして長編みの部分は側で細編み、そして鎖編み3つの立ち上がりの部分は3つ目のところに針を入れて細編み、そしてまた細編み、そしてまた、目のところに細編みですね、そして側で入れて細編み、そして目のところに細編み、側で入れて細編み、目のところに細編み、側で入れて細編み、側で入れて細編み、目のところに細編みですね。そして側で入れて細編み、そして目のところに細編み、はい、そして角ですね、角は側で細編み、そしてもう一つ細編みをして角ですね、そして鎖編みを一つして、そして細編み一つ、そしてもう一つ細編みをして、
はい、脇のところはこんな感じですね。縦の部分はこんな感じになります。そして横の部分というか身ごろのね、裾の部分になるんですけど、引き上げ編みって長編みが2つつながってるとこは間に1つ細編み、そして鎖編みが2つのところには、細編みを2つ、そして長編みが2つつながっているところには間に1つ細編みという編み方で、この身ごろのところですね、身ごろの裾のところの、細編みの拾い方はそういう風にしようと思います。なので、長編みが2つつながっているところは間に細編みを1つで、鎖編みが2つのところは細編みを2つ。はい、これで端まで編んでいきます。はい、端のところまで来ました。角ですね、鎖編みを細編みを2つして鎖編みを1つして、そして細編みを2つして、はい、そしてまたここ縦の部分になるので、目に針を入れて細編み、そして側で細編み、そして目に針を入れて細編み、この編み方で8段編みます。はい、8段分編んできました。そして今度は後ろ身ごろかなのところとつなげることになるので、ここはですね、もう脇の部分を閉じているところなので、もう一緒にですね、一緒に目を拾って、一目で編んでしまいました。はい、細編み一つですね。そして同じ編み方で縦の部分を拾っていきます。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じでいいかなと思います。それではもうあとは同じ編み方で、この脇の縦の部分と、身ごろの横の部分を細編みを拾っていきます。1周編んできました。最初の、編み始めのところに針を入れて引き抜いてつなげます。はい、これで1周が、目を全部拾えた状態になります。そしてここから、引き抜き編みですね。今拾ってきた細編みの目に一つずつ、引き抜き編みをずっとぐるっと編んでいきます。それを2周ですね、袖と同じなので2周編んでいきます。2周ですね、2周ぐるっと引き抜きで編んできました。で、一番最初のところに引き抜いてですね、そして糸の始末をしてもう終わりになります。はい、最後は襟口になります。襟の縁編みですね。ちょっとね、頭が入るほど大きくしないといけないので、少し、今までと違ったりしてます。どこからでもいいんですけど、後ろ身ごろのところから、左寄りの肩のところぐらいからですね、編んでいきます。また輪を作って、ちょうどその引き上げ編みの長編みのとこですね、そこに針を入れて、そこから、鎖編みを一つして細編みを入れていきます。まずこの引き上げ編みの目には一目に一つずつ細編みを入れます。そして鎖編みのところは、2つ、ここはちょうど
肩のところですね、肩を剥ぎ合わせているところになるので、一目になんか一つずつみたいな感じで細編みを入れていこうと思います。はい、ここに入れてですね、細編み、はい、そして前身ごろのところですね、鎖編みのところに2つ入れて、目のところに1つ入れて、鎖編みのところに2つ入れて、目のところに1つ入れて、はい、こんな感じですね。鎖編みのところに2つ入れて、ここはちょうど丸く斜めにしてるところに近づいてます。はい、ここも目のところに1つですね。ここ斜めのところですね。鎖編み2つと目のところに1つ。はい、これでだいたいですね。鎖編み、次が斜めのとこですね。そうかな。はい、そうですね。そして目のところで、目のところ、ここはもう横に編み目が横になってくるので、引き上げ編みが2つと鎖編みが2つの段なので、その通りに細編みを編んでいきます。鎖編みが2つとこの引き上げ編みが2つなので、はい、それぞれに1つずつ入れる感じですね。鎖編みのところには細編みを2つ、引き上げ編みは、引き上げ編み1つ、引き上げ編みのところに1つずつそれぞれですね。横のところはもうこういう感じです。そうですね、少し余裕がある感じで目が拾われていっていると思います。はい、もう前身ごろの反対側の斜めのところですね。はい、鎖編みのところは2つ、目のところ1つですね。はい、もうこれで大丈夫ですかね。ここはまたあれですかね、肩のところ、反対側の肩のところ、ここが肩のところですね。はい、肩のところも一目に1つずつぐらいの感じで入れていって、はい、そしてもう横の目になったらまたそれぞれ1つずつですね。はい、最後のところまで来ましたね。はい、最後は一番最初の目に、引き抜いてつなげますね。はい、そしてちょっとですね、目数を数えてみます。全部で83目ありました。はい、そして引き抜き編みを2周ですね。もう同じように裾とか袖周りとかと同じようにですね、引き抜き編みを今拾った、細編みの部分にですね、一目に1つずつというのを2周編んで、はい、そして最後ですね、最後今ここで、はい、引き抜いて、そして糸を切って糸始末ですね。はい、ここも糸始末ですね。とじ針に通してつながるように糸を差し込んで、あとは裏地の方でくぐらせてですね。はい、今回ちょっと動画が長くなったので
糸始末をそんなに取ってないんですけど、同じようなやり方で全ての糸を処理してください。はい、完成しました。採寸ですね。実際測った寸法を載せています。肩幅は、肩から肩までですね、42センチで、身幅は、今この脇の下から脇の下までが52センチで、着丈はですね、後ろ身ごろの、首のところから、下のところまでですね、裾のところまでの長さが52センチで、袖の脇の下から裾までの長さですね、33センチで、袖の周りですね、アームホールっていうんですかね、48センチで、首の周りがぐるっと測ると55センチ、そして肩の長さが12センチ。はい、だいたい測った感じで、こんな感じになりました。今回は表引き上げ編みと裏引き上げ編みですね、それをずっと交互に編んでいって、ちょっと生地的にはすごい厚みが出て、凹凸がですねめちゃ可愛いなって思いました。なのでちょっとボリュームがものすごくあって、ちょっと着膨れしそうなセーターベストになってしまったんですけど、めちゃくちゃあったかいです。で、なので縁編みはですね、もうシンプルに、もうめちゃシンプルにしました。すっきり。はい。裾にスリットを入れたのでですね、同じ長さにしなくてもよかったかなって、その方が動きがね出て、軽やかになったかなってちょっと思ったりしたんですよね。だから前身頃をちょっと短めにして、後ろはもうこの丈でもお尻隠れるぐらいの長さはあったので、前をもうちょっと短くしてもいいかなと思ったりもしました。スリットにしなくても、前身頃の丈をただ短くするだけでも簡単にできたかなと思いました。作りながらでもね、すぐああしたらこうしたらってある程度考えまとめて作り始めてるんですけど、すぐねいろんなことを妄想してしまうんですよね。それがねハンドメイドの楽しいところだと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。何かの参考になれば嬉しいです。もしよろしかったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。